歴史上最大の地続きの領土を持つ帝国、東は朝鮮から西はウクライナまで、北はシベリアから南は中国南部まで広がるその国は開けた平原に築かれました。モンゴル帝国が形成される前の12世紀、東アジアの大草原地帯には漢が束ねるモンゴル人やトルコ人の遊牧民の群れが散在していました。彼らは羊や牛やヤクやラクダを放牧しながらフェルト製のテントで生活し、夏と冬の野営地を行き来していました。遊牧民の女たちは大きな力を持ち、季節的な移住や家畜の商取引を取り仕切り、一方で男たちは騎馬での戦いをこととしていました。彼ら遊牧民は互いによく戦い合っていましたが、モンゴルの有力の家系に生まれたテムジンの登場でそれが変わります。テムジンは幼くして父を亡くし貧しく育ちましたが、他の長たちと戦略的な同盟を結んで速やかに権力を掌握していきました。他の漢たちとは違い、テムジンは兵をその勲功により取り立て、戦利品を平等に分けました。彼が巧みだったのは、征服した遊牧民たちを自軍に分散させて組み入れ、反乱を起こせないようにしたことでした。そのような確信により彼の勢いはとどまることを知らず、1206年にフェルトテントに住む人々を統一し、チンギスカンとなりました。モンゴル人の宗教はシャーマニズムで、周りの世界には自然や先祖の霊が住んでおり、天の神テンゲリが全てを覆っていると信じられていました。テンゲリはその名のもとに世界を征服することを自分に望んでいるとチンギスカンは信じていました。モンゴル平原の遊牧民族が力を合わせればこれは実現可能に思えました。モンゴル人に抵抗する者はテンゲリの意志に背くものであり、それは死に値しました。チンギスカンのもと、モンゴル人たちはまず中国北部とイスラム世界の東部を征服しました。1227年にチンギスカンが死ぬと、神に選ばれし者の地位はその家族黄金の子孫に引き継がれました。1230年代にチンギスカンの子供たちはトルコや中央アジアやルーシ諸国を征服し、1241年にはヨーロッパの2つの軍を破りました。1250年代にモンゴル帝国はバグダッドまでのイスラム地域を掌握し、東では1279年までに領土を中国南部まで広げました。モンゴル帝国での生活は戦争と略奪と破壊だけというわけではありません。モンゴル人たちは征服地の政治機構を残し、その地の統治者に管理を任せました。また、モンゴル人のために祈るならどの宗教も許容しました。職人や学者や技術者をよく捉えていましたが、専門家の力は評価していて、アジア各地に移住させ、その仕事を続けさせました。帝国における最も貴重な品は金襴で、中国の絹とチベットの金を使い、バグダッドの織手により作られました。金襴はモンゴル支配層の服や馬の覆いやテントの内張りとして使われました。モンゴル人がとりわけ重要したのは中国の火薬技師でした。ユーラシアの大部分が政治的に統一されると、シルクロードでの交易が栄え、大規模な駅伝制がそれを支えました。海路での交易も盛んに続けられ、その主要製品の染付は領内中国の陶磁器と領内イランの青い染料を組み合わせたものでした。しかしそれも長くは続きませんでした。漢の地位は自動的に長兄へと継承はされず、兄弟や叔父やいとこの間で争われ、先人の未亡人が摂政として息子につきました。1260年代にはチンギスカンの孫たちの間で王位継承をめぐって全面的な内戦となり、帝国は4つに分裂しました。中国ではクビライ・カンの元王朝が科学と文化の黄金時代として記憶されています。イランではイルハン朝で新しい壮大な建築やペルシア細密画が発展しました。中央アジアではチャガタイ汗国でティムールやその子孫でインドにムガル帝国を築くバーブルのような指導者が現れました。東ヨーロッパではモスクワ大公国が勢力を伸ばすまでキプチャク汗国による支配が長く続きました。モンゴル帝国は短い間しか存続しませんでしたが、今日まで並ぶもののない世界支配を成し遂げたのです。わずか数世紀後、アフリカには非常に裕福な王がいました。彼が他の地域を旅行したことで経済が不安定になり、大量のインフレが発生しました。この人物は誰でしょうか？どのようにして彼はこのような財産を蓄えたのでしょうか？詳しくはこのビデオをご覧ください。